やっほー、ケイです。春ですね。暖かくなってきたというか、もはや今日とか暑いなっていう感じなんですけど、春っぽくしたいなと思ってね、これつけてみたんだけど、海藻っぽさが否めないですね。まあでもないよりはあった方がいいかなと思うんで、ありでいきます。春といえば何ですか？衣替え。衣替えといえば断捨離ですね。もともとね、そんなに服は買う方じゃなくって、いつも動画を撮るためとか、なんだろうね、ジャケットとか MV 撮るときは撮影のためとか、そういう撮影の前に買うだけで、私も YouTube 歴で言うと10年ぐらい前からもうずっと YouTube に出演してきているので、10年間 YouTube に動画が上がらなかった年はないっていうね。グースハウスの頃から生配信とか YouTube の動画は基本自前だったんですね。だから私服とか全部用意してきてたんですよ。やっぱり同じ服で毎回出れないじゃないですか。実はこれ前には1回着てるんですけどだから結構なね数の服が溜まっていくんですよね。定期的に断捨離していかないと本当大変なことになるんですね。なぜかね、こう YouTube で着てた服とかってなんか手放しづらくって、8年前とか6年前とかに着てた服全然あって、まださすがにねもう着ないよなと思ってタンスの中とか引き出しの中を探っていたんですよ。きっと昔から追ってくれている方もたくさん視聴者さんの中にいると思うので、みんなももしかしたら見覚えがある服多いんじゃないかと思って、なので今日は、その頃の動画のこととかをねなんか振り返りながら服をみんなに見せていこうかなと思うんだけど、でですね、服を手放す時って、リサイクルとか古着屋さんに持っていくとかいろいろな方法があると思うんですけど、今回は海外で、役立ててもらう術はないのかなと思ってちょっと調べてみたんですよね。でそしたら古着でワクチンっていうのをねほんとたまたま見つけて、その古着でワクチンというのを利用して今回は服の断捨離をしていこうと思います。これほんと PR とかじゃなくって、お願いされてやってるとかではなくて、ほんと勝手にやってるだけなんですけど、すごくいいなと思って、一口3300円でこういう袋をね購入するんですけど、この中に古着を詰めて送るんですけど、このね袋は配送してきてくれます。どういうものなのかというと、世界の子供にワクチンを、日本委員会 JCB さんというね、認定 NPO 法人さんがあってですね、でこの古着でワクチンというのはこの NPO 法人さんを通じてミャンマーとかラオスとかブータンとかバヌアツなどの開発途上国にポリオワクチンを届けるというシステムみたいなんですね。この袋を買って、でそこに服をたくさん詰めて送ると、その購入金額のうちから開発途上国の5人分のポリオワクチン代が寄付されるっていうシステムみたいですね。これ送った後は一旦インドなどに送られて、でそこで現地の方々が服を選別してくれるみたいで、寒い国から暑い国までいろんな国に送れるように選別してくれるみたいだから、夏用の服とか冬用の服とかあまり気にせずどちらも送れる。選別された後はいろいろな国々に送られて、現地で店舗を営んでる方々のところに届いて店頭で販売されるということみたいなんですね。今回はこれを利用してやってみようかなと思いました。早速この袋をじゃあちょっと開いていこうと思います。25キロまで入れることができるみたい。結構大きいね。大きいわ。待ってめちゃめちゃ大きいです。伝わるかな。こんくらいありますね。子供たちの笑顔を作る、そんな素敵な出来事が今ここから始まる。古着でワクチン、お部屋と心がすっきり。いいですね。これを広げて、全然入れるんですけど人3人ぐらい入れそう。大きめの段ボール1箱分ぐらい。響きもいい。ははははははは Baby you don't have to be stronger。 よいしょ。どんな服を詰めるのかを早速見ていきたいと思います。こんなに入るからたくさん詰めようと思うんですけど、今日は YouTube 上に載ってる服を紹介していこうとなぜか思います。みんなも見返してみてもいいか。見返さないでください。結構恥ずかしい。いや私ね本当に高校生とか大学生の頃とかね、特にこだわりがほんとなかっ
ったんですよ。なんだろう、 YouTube に出るということもそんなに大きなことだと思ってなくって、でもよく考えてみたら YouTube があり続ける限り一生残るんですよね。年を取るごとになんであの頃あんな格好で出たんだろうっていうのすごい後悔してますね。友達とかにもねバカにされるしね本当大学1年生の時とかの YouTube の動画見るとね、なんでその組み合わせで来たのみたいな格好でめちゃめちゃ堂々と歌っているのが1000万再生とかされてるからね、恐ろしいと思いました。まあいいや、ちょっと紹介していきますね。多分今ある中で一番古いのはこれかなと思う。いつ着てたやつだっけと思って見返していくうちにだんだん新しくなっていくじゃないですか。どんどんね服の好みが自分でも変わっていってるのが分かって面白かった。これは6年前だそうですね。流星とかラブラドールレトリバーとかをやった回だ。流星はジョニーと2人でやって、ジョニーのね超絶ギター1本でやってめちゃめちゃ楽しかった記憶があります。でその次に古いのが多分このめっちゃ真っ青、原色の青みたいなスカート、前にボタンがついてて膝下ぐらいまでのっていうかもう手放す服をさ紹介しても何やってんだろうっていう感じなんですけど、これも2014年だそうです。7年前じゃん。これはね何度でもとかね、光るならを初めて多分 YouTube に生演奏でアップした時かな。ほぼ5000万回ぐらい回ってて、その次はこれかな。このワンピースだね。Forget Me Not とかキロロさんの長い間とか、あと魔法の料理か。魔法の料理を全員曲で歌った時に着てたやつだ。魔法の料理はすごく曲自体が原曲が私すごく好きでメインでね歌わせてもらったんだけど、やるにあたって曲を聴くじゃないですか。カバーする時に今もあの頃も気をつけていることっていうのが、リスペクトを込めてカバーするために原曲はもちろんちゃんと聞くんだけど、何回も繰り返し聞きすぎないことっていうのを意識してて、っていうのはやっぱりその原曲のアーティストさんの歌い方とか癖とか語尾の感じとか声の使い方とかが染みついちゃうというか、引き込みすぎるとちゃんと音とかふわりとかは覚えつつも、歌い方の面で言ったら影響されすぎないようにっていうのをいつも意識してやってたかな。なんだけど魔法の料理はねもういい曲すぎて何回も聴いちゃってでもねほんと何回も聴いちゃって、聞くたんびにほんと泣いちゃってね、感動してっていう思い出がありますね。どうしたらカバーの中で一番伝わるだろうっていうのをすごくね意識しながら歌ってね、グースのカバーの中でもねとっても好きな思い入れのあるカバーですね。っていう時に着てたこの服、アラサーなのでこれを着るにはちょっと大人になったのかなと思いまして手放したいと思います。ありがとう。でこれね、私ねこの服すごい好きだったの。これどこで買ったんだっけな。多分ビームスだと思うんだけど、これペイズリー柄なのかな。これはなんだろう、ファイナルディスタンスとかヒロインとかね、あとドミノエフェクト全員曲で歌った時だったね。すごい好きなんだけど、ちょっともう膝上を履けなくて、28とか7とかから足出すの勇気がいるようになっちゃって、膝上ちょっと短いかな。これも7年前だからいい加減ね手放しましょう。厚手だから少し寒い国とかで着てくれたらいいな。どんな子が着るんだろうとか思うとワクワクしますね。ありがとう。本当に服に気を使ってなくて、今日これでいいかなっていう感じでパッて撮った服とかで出てたんですよ YouTube の頃ね。一回ね YouTube をスクリーンショットした画像と一緒に、このケイちゃんが着ている服はどこの服だか分かる人いますかっていうのが Yahoo 知恵袋に上がってて、質問されてて、これですかねって言って出されてて正解だったんですけど、ワンシーズン前で最安値めちゃめちゃセールしてて800円とか900円で売ってた服だったんですよ。でそれをねこれですかねっつって900円って言って出されてて、ちょっとその時になんだろうね、気を使っていこうと思い改めたのがその絵がきっかけになりましたかね。その時がこの腹巻きかという感じのチューブトップなんだけど、ホットリミットの時かな、ひまわりのね約束とかをやった回かな。ホットリミットだからさ、最初は原曲のねオリジナルの MV のようにああいう格好で出るかっていう案もあったんですけどね、さすがにそれは視聴者の皆さんのためにやめておこうという真剣な会議の結果そういうことになりまして、でもちょっと夏感ホットな感じ出してこうぜってことでこれを着た記憶がありますね。腹巻きだと思われないかな。一応チューブトップですって書いとこうかな。大丈夫か。
で次がこれかな。このね花柄のスカートなんだけど、これは式部とかあとノンストップジャーニーを歌ってた回に履いてた。この時実はYouTube の生配信でリアルタイムでやってたんですけど、その日のね早朝に祖父が亡くなった日で、その日で朝だから病院にいて、でそこから生配信に向かって歌ったんだけど、考えちゃうとやっぱりこうグッときちゃうから、なるべく考えないようにというか、放送中はね考えないようにやって、でも歌うとやっぱり楽しくって、亡くなった日に生配信で笑顔で歌うってどうなんだろうとかも自分でも思ったんだけど、おじいちゃんはね家族親戚の中で私がこの仕事を選んだということに唯一反対をしていたというか、ちゃんと安定した職に就けっていう風に最後まで言ってくれていてですね、両親にね大学まで出させてもらって就職をすると親戚も思っていたものですから、だからおじいちゃんもねここまで出してもらってるのに親不孝だみたいなことをね最後まで言ってくれていて、だけど CD とかねメディアに出た時のものとかを看護師さんにね私のいないところで見せていたりとかね、自分の孫はこんなことしてるんだよみたいなことを言ってたみたいで、口ではねそういう風に言っても心の中では応援してくれてたんだなと思って、ということもあったので、なんかこうおじいちゃんに対しての決意表明じゃないですけど、亡くなった日も仕事としてね歌いに行って大丈夫だよっていうか、これからも私は一生懸命ね人に歌を届けていくから見守っててねおじいちゃんっていう、そんな風に思いながら歌えたらいいのかなと思って、その日は生配信歌いに行ってたなっていうのを覚えてます。その時にね履いてたスカート、これもどこかの国で履いてくれたらいいなと思います。ありがとうございます。いやなんかこう服ってやっぱりその時にどんな気持ちだったとか、何をする時に着ていったものだっていうのが一着一着ちゃんとそういう思い出があって、何でもない服でもねなんかちょっと写真みたいっていうか、それこそ動画みたいだなって、映像がこうやっぱり戻ってくるし、もうこれなのか、これですね。なんかミリタリージャケットなんだけど、割としっかりミリタリーな感じかもしれない。これは全然前世をね歌ったカバーさせてもらった時に着てましたね。5年前、あの時もう空前の君の名はブームで、私足組むのが癖で、あとスカートワンピースを履いてたんだよね。だからちょっと気になっちゃって、足をさこうねちょっと見えたりとかしないように組んで歌ってたんだよね。そしたらねコメント欄でね、カバーしてる身で足組んで偉そうに歌うなって言われた書かれてたのがそうすごい覚えてるな。ごめんなさいですよねと思いながら、確かにな偉そうに見えるなこれって、いやしかもわーみたいな、こうわーみたいなね壮大な曲だったから、ちょっとこういう感じで歌ってたんだよね足組んで。そしたらちょっと指摘されちゃいまして、学びました。それからなるべくカバーをさせていただくときは足は組まないようにっていう風に気をつけさせていただいております。コメント欄とかさ、いろいろ辛辣な言葉とか傷つくような言葉たくさんあるんだけど、ほとんど気にならないんですよ。私はありがたい性格というか、ちょっと鬱憤が溜まってらっしゃるんだろうなっていう風にいつも受け止めているんだけど、でもやっぱりねこの足組み問題しかりなんですけど、指摘に関しては本当にいや確かにって思うことも多くって、今さっき言ったみたいにさ、全ては理由があってやってることなんだけど、それもやっぱりこう視聴者さんには関係ないっていうか、その裏の話なんて知らない、知る由もないし、見てくださる方には関係のないことだから、確かになと思って改める時も結構ねありますよ。それに関わらずね、いつも唐突ですけどもコメントをいただいてありがとうございます。皆さんが思っている以上に温かいコメントというのは本当に発信する側にとっての励みに、なっております。特にこういう人に会えない時代はね感謝してます。いつも本当にありがとうございます。服に自信が今もね別にあるわけじゃないんですけど、その頃もなくって、何着たらいいかとかね分からなくなっちゃった時とかはね、やっぱりグースハウスの時はアドバイスもらったりしてましたね。これどっちがいいかなみたいな、こっちで下はこれかなみたいな。そうで、持ってない時はね借りたりとかもしてましたよ。スタイリストさんみたいなね、みんなで助け合ってたなと思いますね。リオカとかにはもらったりとかもしてたな、服ね。まだあるかもしれない。なんか捨てられなくて、もらった服とかそう捨てられなくってさ。そうでもね、やっぱソロになってからは服のアドバイスをいた
ただける方がいないからもう日々ね、もうどうしようとか思いながら頑張ってますよ。でも本当に昔はね、買い物自体好きじゃなくて、服を買うのが全然好きじゃなくって、もう買い物行くのもめんどくさいみたいな、もう服とかどうでもいい、なんでもいいみたいな、ほんとそういう感じだったんだけど、さすがにね20代中盤頃からは買い物の楽しさを分かってきたっていうか、服楽しいなってちょっと思えてきたりとかしてね、撮影のために服を選ぶのが苦痛じゃなくなってきたっていうか、全然なんかポジティブに聞こえないけど、で多分その次に古いのがこれかな。まあ本当に別にねこれといってポイントとかもないんだけど、これ結構一時期流行ってたよね。4年前とかですかね。これは多分オリオン、米津さんのオリオンとかアニーのトゥモローと、あとオリジナルで You を歌った時、こう見るとほんとシンプルな服ばっかりですね。柄物とかあんま着ないんですよね。でほんとなんでもないよ。オーダーのね T シャツ、これはグースハウスのチャンネルに私が歌ってるもので上がってる最後の動画で着てるやつかな。乃木坂さんのシンクロニシティを歌ってる動画が3年前かな。その時に着てた T シャツですね。はい、ということで、みんなと一緒に振り返れる服はこんなもんだったんですけど、再利用してもらえるかもなと思える服はたくさん詰めて古着でワクチンさんに送りたいと思います。自分が着てた服が日本を出て行ったこともない国とかに届いてね、その国の人たちが着てくれるかもしれないんだなって思うと、なんかすごい本当にワクワクするっていうか、どんな人がどういう時にどこに着てってくれるんだろうとかね、見つけた時どういう顔するのかなとか思ったらすごくワクワクする。もしかしたら数ヶ月後とか数年後とかに思いもよらない国で着てるかもしれないんでしょう、誰かがね。もしかしたらその人に旅行行った時とかに遭遇する可能性もなきにしもあらずだしね。なんかとにかく想像が膨らんですごくワクワクします。古着でワクチンさん、今どこにも行けないけどこんな私をワクワクさせてくれて本当にありがとうございます。せっかく手放すならね、途上国のワクチンに変わったりだとか、別の人に喜んでもらえる形で手放すことができたらとっても嬉しいなと思っていたので、本当にちょうどよくてね、本当に PR とかじゃないんですけど今回古着でワクチンさん見つけられてすっごく良かったなって、めっちゃハッピーだなと思いました。服とかってすごく個性が出るから、どうしたら服で個性出せるんだろうとか、本当に個性のない人間だな自分はとかって服選びを通して感じちゃってたりしてた時期もあったんですけど、今はもうなんか本当に着たい服を着ればいいじゃんって思えてるっていうか、自分に似合う服とかもやっとね分かってきたような気が若干していて、普通に手に取って可愛いいいなこの服って思って手に取った服がもうきっと自分を表してるっていうか、別に個性とか奇抜さとかそんな無理に求めなくてもいいなってやっと思えるようになったっていうかね。てか何の話って感じなんですけど、今回は、春です、衣替えです、断捨離ですということで、なぜか見守ってもらいながらちょっと懐かしい気分にね、なりながら服の断捨離をしてみました。皆さんもね、どうせ手放すんだったら何かの力になったりとか、どこで誰がどんな人がどんな時に来てくれてるんだろうって部屋の中でも想像してワクワクできるような、そんな形で手放すのも一ついいんじゃないかなと思います。けいちゃんこんな服着てみたら意外と似合うんじゃないみたいなのもあったらぜひコメント欄に残していってください。いつも本当にありがとうございます。2021年の春からも頑張りしすぎず無理しすぎず楽しく過ごしていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。